でも途中で勉強したり、努力したり、心が成長したりして認める人がいるんです。気づいて認める人は、普通は認められないことを認めて、何も悪いことをしていないのに、こうなってしまった自分を自分の力で直そうとしているのです。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は Amazon にありますので読んでみてください。今日は抑圧しているもの、気づいていないことに気づこうという話をします。気づいていないことに気づいて、認めたくないことを認められれば、一気に成長します。でも、多くのアダルトチルドレンは、直面したくない感情や事実を無意識に隠しています。認めないようにしています。本当の自分は犬なのに、虎だと思い込んでいる人までいます。だからおかしくなっているし、克服もできないのです。アダルトチルドレンにとってはとても大事な話ですので、興味のある方は最後まで見ていってください。まず、なぜ気づかなければいけないのか、認めたくないことを認めなければいけないのかということですが、一つは抑圧があると心の働きや体がおかしくなるからです。例えば、小さい頃に親から全く愛情を得られず、すごく寂しかった。すごく悲しい出来事があった。でも、あまりにもひどいことが頻繁にあるので、とても全部をそのまま感じきることができなかった。そこで、そのような寂しいとか悲しいという感情を抑圧した。このように生きてきた人は、大人になってから日常生活のふとした出来事で、その抑圧している感情にぶつかることがあります。すると、他の人から見ると、それほど大した出来事ではないのに、本人は今までの人生でためにためまくった感情と接して圧倒されてしまうことがあります。抑圧するのは寂しいとか悲しいという感情だけではありません。怒りや憎しみなどを抑圧すれば、ちょっとしたことで爆発するかもしれません。また、人は自分の中に隠し持っているものを相手に投影します。つまり、自分が怒りや憎しみを隠し持っていると、相手が自分に対して怒りや憎しみを持っているように感じます。そこでちょっとした出来事を、これは間違いなく悪意でされたと感じてしまうのです。こうなると人間関係もうまくいきません。投影の例をもう一つ出してみましょう。アダルトチルドレンの中には、自分が世話をされたいという思いがものすごく強いのに、世話をされる側には一度も立たない人がいます。子供の頃からの体験で、自分は世話をしてもらえる存在とは思えないのです。そこで表に出すと嫌われるような気がするので、尽くされたいという強い願望は隠しています。すると、相手に投影して、相手に尽くせと言われているような気がします。さらに、自分の尽くされたい願望がめちゃくちゃ大きいので、相手の要求が
めちゃくちゃ大きいように感じてしまいます。そこで内心は嫌々です。いやいやものすごく相手に尽くしているのです。こういう人はよく胃腸障害とか頭痛とか慢性疼痛になると言います。自分が病気だと周りが気にかけてくれるからです。そして自分が周りの世話をしなくてもいいという免罪符にもなっているのです。このように抑圧があるといろいろ心の働きに問題が出ますが、心だけではないのです。よく心と体はつながっているなどと言いますね。姿勢を正すと自信が湧いてきたり、上を向くと元気が出たり、笑顔を作ると明るくなったりします。このように心と体はつながっているので、莫大な量の憎しみを抑圧していると、原因不明の片頭痛や原因不明のめまいなどが体に出ることがあります。次の問題は、抑圧していると自分の感情や自分の欲求や自分の好きなことや自分そのものがわからないという問題です。抑圧が多い人は自分のことが全く分かっていません。だから人生はこうなりたい、こうしたいという目的に向かっているのではなく、ただ風に任せて浮かんでいるだけです。そしてもう一つ、アダルト・チルドレンにとって大きな問題があります。それは育てていかなければいけないのは子供の自分です。なのに多くのアダルト・チルドレンは子供の自分を見て見ぬふりをして生きているのです。これではアダルト・チルドレンを克服できるわけがありません。ではなぜ気づかないのかということですが、抑圧は防衛規制です。防衛規制は強すぎるストレスや心の傷から自分を守るための機能です。これはほとんど無意識のうちに行われます。無意識のうちに認めたくないことを無意識に追いやるのです。無意識は文字通り意識にないのだから、人はそれに気づきません。でも、これに気づいていないから生きづらいのです。だから気づく努力をしようと思っても、それに気づくということは、忘れている強すぎるストレスや心の傷に直面するということです。認めたくなくて意識から消したものを意識に戻すということは、大きな大きな心理的苦痛です。今忘れていると言いましたが、忘れているのは意識のことです。無意識では覚えています。無意識が意識化することを抵抗するのです。だからある程度心が成長して、ある程度の痛みに耐えられるようにならないと意識化できないのです。ある程度心が成長していて気づく準備ができている人は意識的に心の奥にあるものを探しましょう。健康的に生きるためやアダルト・チルドレンを克服するためには気づいていないことに気づくことはとても大切です。そのためには常に気づいていないことを探そうという強い意識を持っておきましょう。この意識を持ちながら日常生活を日々内省することが必要です。我々は日常が忙しいので、
このような内省時間をおろそかにしてしまいがちですが、一人になる時間を作って、人のいない静かな場所で内省をすることは、アダルト・チルドレンにとってとても大切なことです。日常生活を内省するとは、例えばスポーツをしているのなら、気風が出ますね。攻撃的とか、防御的とか、強引とか、控えめとか、その人の気風です。極端に防御的な人は、なんで自分は極端に防御的なんだろうと内省の材料になります。スポーツに限らず、ゲームやトランプなどでも気風は出ます。また、絵などの創作物に気風が出る人もいます。自分の気風から気づいていないものを探ってみてください。また、日記を書いている人は、自分の心の動きのパターンを解析することができます。自分はこういう時にいつもこう感じるんだ。なんでだろうということです。スポーツもしていなくて日記も書いていないのなら、心が動いた時に自分と会話をしましょう。なぜ傷ついたの？なぜ怒りになったの？なぜそんなに落ち込んだの？と自分に聞くのです。聞いてもわからないというかもしれませんが、わからなくても聞いてください。自分に関心を持って聞き続けてあげることで心を開いてくれます。どうせ聞いても無駄、バカらしいと自分をないがしろにしているから、いつまでも答えが返ってこないのです。このように自分に関心を持っていると、自分からのメッセージに敏感になります。自分からのメッセージは、例えば夜見る方の夢などにも出ます。繰り返し見る同じ種類の夢は、自分からのメッセージであることが多いです。ただ夢は変装しているので分析が必要です。私は30代前半ぐらいまで怖い夢をよく見ました。小学生の頃は強風で体が崖の方へと少しずつ押されて逃げられずに崖から落ちる夢や、戦闘機に追われてどんなに逃げてもどこに隠れても必ず見つかるという怖い夢を3、4日に一度ぐらいかな、かなりのペースで見ていました。大人になるにつれて繰り返し見る怖い夢はリアリティのあるものへと変わっていきました。例えば殺人鬼のような凶悪犯が刃物を持って学校の1階から上がってくるというようなものです。私はなぜか一人で学校の4階にいますが、犯人は校舎の中に人がいるとは思っていません。私は好きな階へ逃げれます。学校には教室はいくつもあるし、隠れる場所はいくつもあります。私は端っこの教室は犯人が使うかもしれないと思い、真ん中の教室を選んで逃げます。ここはさすがに開けないだろうと、掃除用具入れに隠れます。でも、いつもなぜか犯人は必ずそこに来て私を見つけるのです。いつもなんで同じような怖い夢ばかり見るのだろう。そしてなんでいつも見つかるのだろう。なんで幸せな夢は見ないのだろうと不思議でした。大人になってからフロイトの夢分析などをかじってから昔の夢を分析してみたら、これは殺されるほどの恐怖を抑圧していたんだなと分かりました。恐怖ではなくて殺されるほどの恐怖です。このようにその強度まではなかなか気づかないのです。
過去に見た同じような怖い夢を分析していくと、殺されるほどの恐怖だけではなく、何があっても誰も助けてくれないとか、どこまで逃げても無駄で絶望的だという思い込みもあるということが分かりました。このように繰り返し見る同じ種類の夢には何かがあります。では、どのようなことに気づいていないのかということですが、人によって違うので、自分に当てはまることはないか考えながら聞いてみてください。自分は親に全く愛されて育っていない。家族を愛していない。恐れている。怯えている。周りは敵だ。この状況は絶望的だ。甘えている。親を激しく憎んでいる。自己中心的だ。人を利用している。愛しているのではなくて、愛されたいだけ。傷つかないように逃げている。憎しみをためている。他にもいっぱいありますが、これぐらいにしておきましょう。人によって難易度は違いますが、愛されていなかったとか、怯えているとかの方が意識しやすいかもしれません。自分は甘えているとか、家族を愛していないなど、自分にとって都合悪いことほど見て見ぬふりをすることがあります。甘えている自分、自己中心的な自分、心が成長していない自分、子供のようにわがままな自分など、本当の自分を知ることは後退ではありません。短期的には落ち込んだり圧倒されたり無気力になっても、長期的には前進していくためのステップです。自分の未熟さに気づくことでスタート台に立てます。気づくことは大きな大きな進歩です。でも気づくだけではまだ足りません。その気づいた自分の未熟さを受け入れることで成長します。さらに欠けているところを補うことで大きくなります。例えば、自己中心的だと気づいていなければ、改めるどころかエスカレートしていきます。気づいて認めて、初めて自分の問題が見えてきます。認めたくないことを認められれば、そして直そうという強い決意を持つことで、改めることが可能になります。自分にとって都合悪いことを認める力を持っている人と持っていない人とがいます。というか、普通は認められません。多くのアダルトチルドレンは、認められない親に育てられているのです。だからそこまで心が病んだんです。それなのに、もし認めたくないことを認められたのであれば、親よりはるかに上にいるということです。また、アダルトチルドレンは、大人になったら治るというものではありません。おじいちゃん、おばあちゃんになったら治るというものではありません。無自覚で生きていれば、本当の自分を認められないので、死ぬまで治りません。でも、途中で勉強したり、努力したり、心が成長したりして、認める人がいるんです。気づいて認める人は、普通は認められないことを認めて、何も悪いことをしていないのに、こうなってしまった自分を自分の力で治そうとしているのです。とても偉大な人です。何かに気づいた人、そして認めたくないことを認めた人は、とてもすごい人です。では、ポイントを振り返ります。
アダルトチルドレンは気づいていないことがあると健康を失ったり心が誤作動したり克服の妨げになります。アダルトチルドレンに多いのは憎しみの抑圧です。子供の頃から莫大な量の憎しみを溜めている人が多いです。このような人は日常生活でちょっと何かがあるとそれを引き金にして爆発してしまうかもしれません。また、憎しみを隠し持っていると、それを投影して周りに憎まれているように感じてしまいます。理由は探せばいくらでも見つかります。例えば、同僚に挨拶をしたら、同僚は考え事をしていて挨拶を返さなかったとします。これを見て、間違いなく憎まれていると感じます。間違いないと感じるのは、同僚は挨拶を返さなかったというれっきとした理由があるからです。でも、自分の方に憎しみがあるからそのように感じてしまうとは気づかないのです。憎しみの抑圧については、アダルト・チルドレンは憎しみを抑圧しているという動画で話しましたので、そちらも参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。もう一つ大事な点は、本当の自分に気づいていなければ、自分を育てられないということです。例えば、本当の自分は甘えていて、自己中心的で、わがままで、自分のことしか考えていない人だとします。でも、このことを認めるのはあまりにも辛いので、自分は普通の人だと思っているとします。でも生きづらいので一生懸命勉強をするのです。これではどれだけ努力しても成長しません。犬なのに虎が幸せになる方法という本を読んでいるようなものです。男性なのに女性の幸せについて勉強しているようなものです。本当の自分を知って初めて自分を育てられます。本当の自分に気づくには常に気づいていないことに気づこうとする姿勢を持つことが必要です。気づいていないことは無意識にあるので、無自覚で生きていれば気づきようがないからです。常に自分を内省する姿勢を持っていれば、日常生活の中にヒントは転がっています。例えば、アダルト・チルドレン用の本などは、気づいていないことに気づくヒント集みたいなものだし、アダルト・チルドレン用の動画やカウンセリングなどもそうだと思います。そこから何かを見つけようという強い意識で読んだり見たり聞いたり話している人と、無自覚で読んだり見たり聞いたり話している人とでは差が出ると思います。また、本当の自分を認められるか認められないかは、本人の姿勢や心の成長度がとても大きいですが、気づけるか認められるかというのは、本人の気づく力だけではなくて、気づかせてくれる、認めさせてくれる人の力や相性もあります。どんだけ正しいことを聞いても、その人を信用できていなければ認められません。信頼関係や相性は大切です。このように気づく力と気づかせる力の合計値が高い方が気づきやすくなります。努力はしているけど、なかなか気づけない、成長しないという人は、そのような信頼できる相性のいい人のそばに行くことも大切です。
このチャンネルはアダルトチルドレンにとって意味のあるチャンネルを目指しています。まだまだ YouTube は新人で未熟ですが、何かに気づいてもらえるようなチャンネルを目指しています。応援してください。応援してくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、ここまでにします。仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。